ありったけの夢をかき集め漫画なんか読んだらバカになる。じゃあバカにしてやろうと思って漫画家になってるから探し物を探しに行くのさ小田栄一郎は1975年1月1日に生まれました。子供の頃、彼は趣味で絵を描く父親の姿を見ながら育ち、絵を描くことが大好きな少年になりました。いろんな漫画やアニメを見ながら、自分が本当に好きなことは何かを探し続けていました。あの頃の少年たちが一番好きだったもの、それはやはり冒険でした。その中で、オズの魔法使いの結末には大きな不満を感じることになりました。子供の頃オズの魔法使い見てラストのオチがあるじゃないですか。実はこれまで冒険してきたそれが宝なんだっていうすごい不満で子供の頃これはちょっとこんな物語ありえないと思ってちゃんと冒険してきたんだからくれと物を。冒険の後には必ずご褒美をあげないとダメだという彼の哲学はもう子供の頃に作られていました。小田さんは血液レベルで大好きな鳥山先生とインタビューしたとき、こういう気持ちで漫画を描いていると言ったことがあります。昔の僕が読んだら嬉しいだろうなって思いながら描いてますから。それ、すごく大切だよね。割と意識して自分を子供の頃の自分にしてるよね。少年漫画だから、子供の頃の気持ちを思い出しながら描くことが大切なんです。スタジオジブリの初発誌、熱風で、小田さんが他の漫画とどのように差別化を図ったのかも書きまみることができます。僕が子供の頃に読んでいた週刊少年連載漫画というのは、大抵ストーリーの辻褄が合っていなかった。僕が大好きだったのは筋肉マンですね。当時の漫画って先週、新キャラ登場と言ってたくさん登場したキャラクターが次週には平然といなくなっていたりするんですよ。漫画家さんたちも面白さを優先したいから辻褄に関係なく書くし、子供はそれを全然気にせず受け入れるんですね。それが昔の連載漫画だったんです。だから僕は漫画家になった時、きちんと辻褄を合わせた物語を作ってみたいと思ったんです。過去と未来をつなげて作ることを個性にしたのが僕が書いているワンピースという漫画です。今まで皆さんが見た通り、子供の頃の小田栄一郎は納得がいかないことが多い少年でした。だからこそ、ワンピースという作品を描くことができたのです。小田さんにとって、ワンピースとは何でしょうか？子供の頃の僕が納得するための話を作るんだったら、ちゃんとみんなが納得する、最後に納得する話を書こうと思ってやっているのが今ワンピースなので、ちゃんと仕上げたいなと思ってます。子供の頃の自分が見たかった夢の世界を、今の子供たちが見られるように、少年たちを喜ばせるために子供の心で書いているのです。やっぱり骨なんですよね。今の当たり前に生きてる若い世代の人が知らなくても、ちょっと調べれば出てくる、惚れるようなところにいる人っていうのはやっぱり残ってる人だから、骨組みを持ってるんです。そんな小田さんの骨組みを歩んだ少年も現れていました。このファンアートを描いた高校生は、後に僕のヒーローアカデミアを描くことになります。漫画家の堀越康平さんは、単行本に自分の絵が載っているのを見て、とても幸せだったと言います。このように、漫画には子供たちに幸せを与える力があります。なんで僕はやっぱりジャンプが子供を重視してきて、僕も今も子供がどこにいて何を見るかってことに興味があるかっていうと、子供に力がないんですよね。勉強ができる子はまだ生きていける。で、次は運動ができる子も生きていける。見た目も悪くなければいい。
でもこれ3つともなかったらどうすればいいか。でやっぱり辛いじゃないですか。そうしたら大人になるまでどうやってこのストレスをしのぐって言ったら、やっぱり束の間の時間、何かを見ることによって救われることによって元気になるって。そういう時にやっぱり自分とかその不自由な時間を励ましてくれるのがね、僕は漫画だと思うんですよね。小田さんにとって漫画の力とは何でしょうか？漫画の力、僕は本当友達作りの道具っていうのは一番いいと思いますね。実際子供の頃たくさん友達できたし、同じ共通の話題で漫画なんか読んだらバカになる、じゃあバカにしてやろうと思って漫画家になってるからもう所詮漫画だっていう考え方はもうそれこそ昔から全然変わってないので、夢の世界ですからね。本当気楽なもんです、漫画は。戸田さんがおっしゃる通りです。僕も漫画の力のおかげでこんなにたくさんの友達ができています。小田さんにも登録者さんたちにも心の底から深く感謝しています。この動画は僕から小田さんへのファンレターです。見てごらんください。大切な人へのファンレターを。漫画の力って誰かに何かを渡されることだと思います。堀越さんの言葉を借りて私たちが何を受け取ったのかについてお話しさせていただきます。先生が思う面白いって何でしょうか？改めて考えてみた時に、かっこいい必殺技とかすごいクールなキャラクターがそこに夢中になってたわけじゃなくて、例えばワンピースで僕もボロボロ泣いちゃったんですよね。心がもうグワーって震えて感動しちゃったっていうのが僕の中では面白いだったんです。読んだ人の心がこうグワーッと揺れてバーって泣いちゃう。泣くともう体験になるから、読んでくれた人にそういう体験をもたらしたいなという感じです。何人もの人がその力を次へと託してきたんだよ。この帽子をお前に預ける。俺、あいつの分も強くなるから、世界一強い大剣豪になるからさ。勇敢な男になるみたい。世界中の魚たちが住んでる海のコックにとったら楽園のような海域だよ。俺はいつか必ず見つけ出すんだ。私は私の航海術で世界中を旅して自分の目で見た世界地図を作るの。みんなのためになりますようにと。口先だけでも親になりたい。あいつら私の子でしょ。ノジコ、ナミ、大好き。一つの記号となりますようにと。あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。次はお前の番だ。頑張ろうな。次は君だ。漫画には奇跡を起こす力があります。本当にアニメの力って何なんだろうなと思う時あるんですよね。っていうのはね、私ある時に2月だったんですね、それが。でお父さんから手紙が来て、もう息子は病気で2月いっぱい持ちません。でドラゴンボールが大好きだから色紙にサインをいただけませんかって。それで私ミキサさんに頼んで、ごめんテープ取ってくれるって言ったら、オスオラゴクっつって言って、その子の名前呼んで、絶対に来いよ、オラが劇場で待ってっからな、約束だぞっつって言って、映画が8月なんですよ。父さんから手紙が来て、息子が奇跡を起こして見られました、本当にありがとうございました。ベッドで行ったらしいんですよ。ベッドで行って絶対座ることできないんですって。そしたらどうしても椅子に座ってみるって言って椅子を持ってきたら椅子に座って見てたんですって。帰ってきて来る日亡くなったんですって。その時にお医者さんのお手紙が一緒に添えてあったんですよ。そしたら、僕たちは勉強してそれで人の命を少しでも長らえようとか生きさせようってしてやってお勉強してやってるんだけど、それもできなくて、アニメの力って何なんでしょう。びっくりしました。もう
いやもうすごいなこのアニメの力ってあるんですよね。力ね。力があると思う。ね